それほどでもないゲーマーチャンネル、ドラゴンボール Z カカロットトロフィーコンプ記念編。この時を待っていたわ。どうしてもこのズンダモンと勝負の決着をつけたいらしいな。いいだろう、かかってこい四国メタン。ズンダモン、これ以上戦っても無駄よ。怯え始めたあなたを倒しても意味はない。ふざけるな。自業自得とはいえ、あなたらしくない惨めな最後だったわね。畜生。私はこのまま合成音声の頂点に立ってみせる。あなたは現状の数字と運命を共にすることね。頼む、抜かないでくれ。合成音声使用率No.1という僕の数字を抜かないでくれ。頼む。勝手なことを言って。あなたはそうやって数々の合成音声キャラを一体何人下に見たのよ。頼む。心配しなくても、ボイスボックス以外でもボイスピークでのズンコとのセットの他に、セイレンボイスでのボイチェンもあるあなたなら数字は減らないわ。あとは勝手にしなさい。ふはははは。僕は宇宙一なんだ。僕が合成音声キャラの頂点なのだ。だからお前は僕の手で僕にオワコン化されるべきなんだ。バカ野郎。何？合成音声の帝王というこの僕がズンダモン、あなたは注目を浴びすぎたのよ。金のなる木としての使命をここで終えなさい。一丁やっか。というわけで今回はドラゴンボール Z カカロットトロポン記念動画なのだ。ドラゴンボールの世界を RPG にした作品で、原作準拠のシナリオで展開されるアクション RPG なのだ。ドラゴンボールは説明不要な人が多いと思うけど、一応ざっくり説明させてもらうと、7つの玉を集めると願いが叶うドラゴンボールという秘宝がある世界で、主人公孫悟空、カカロットが活躍する長編のバトル漫画よ。原作である漫画「ドラゴンボール」は1984年から1995年まで少年ジャンプにて連載されていた作品で、同時期の漫画だと「北斗の拳」や「キャプテン翼」などの名作があるわ。もちろんアニメ化もしてるのだ。1986年から初代ドラゴンボールの放送がスタート。その後の1989年にドラゴンボール Z にタイトルを改めて放送。さらにアニメオリジナルのシナリオであるドラゴンボール GT が1996年から1997年まで放送。そして2015年から2018年に魔人ブー編からの続編であるドラゴンボールスーパーが放送されたのだ。ドラゴンボールスーパーは近年の放送であることから記憶に新しい人も多いと思うのだ。さまざまなゲーム、アニメにメディアミックスされた作品であるドラゴンボール。そんなドラゴンボールのアクション RPG として2020年に発売されたのがドラゴンボール Z カカロットミナノだ。令和の時代に発売されたドラゴンボールのアクション RPG ドラゴンボール Z カカロット。今回はトロフィーコンプした記念としてこんなゲームだったよっていうのをざっくり紹介するのだ。絶対見ていってくれよな。本気で来るんだな。ドラゴンボール Z カカロットはプレイステーション、Xbox、スイッチ、Steam などの各種プラットフォームで発売された悟空体験アクション RPG で銘打たれたゲームなのだ。大人気作品であるドラゴンボール Z は
アクション RPG へと成り立たせたゲームで、操作の感覚としてはドラゴンボールゼノバースに近いのだ。時系列としては主人公孫悟空、カカロットと言われ始めた時期であるサイヤ人編から魔人ブー編になっているのだ。またその他にも DLC でも追加シナリオが展開されているのだ。発売日がプラットフォームによって異なっているのだけども、初ではプレイステーション4、Xbox、Steam の2020年1月よ。販売はバンナムコとバンダイナムコ。開発は鬼滅の刃火の神血風炭、ナルト疾風伝なるティメットストーム4などのサイバーコネクト2。ドラゴンボール Z カカロットは3年前のゲームにもかかわらず、価格はプレイステーションストアにてスタンダードエディションが4400円、各種 DLC を詰め込んだアルティメットスペシャルエディションが11550円なのだ。販売当初よりは3000円ほど価格が下がっているけども、未だに半額以下にならないという観点からなお評価されているゲームと言えるのだ。不人気だったゲームは1年で半額以下になることも多いのに、すごいゲームよね。ドラゴンボールがベースなのもあって、アクションゲームとして爽快感があるのが高評価なのだけども、やはりドラゴンボール Z のストーリーを令和のクオリティで体験できるのが素晴らしいのだ。ドラゴンボールスーパーからドラゴンボールを知ったけど、過去のアニメは見ていない人はもちろんのこと、子供の頃にアニメを見ていた世代にもおすすめできるムービークオリティなのも高評価なのだ。ストーリーを知っている人には新鮮味はないシナリオかもしれないけど、ドラゴンボールという大作がベースなので、安心して見ていられるシナリオなのは保証するのだ。各種レビューを見ても原作再現度の評価は非常に高いのだ。ゴテンクスの変身ミスとか魔人ブーの体内とかちらほら省かれている部分もあるのだけども、おおむね原作のストーリーを追っているので、ストーリー追従としては問題ないと思うのだ。原作ストーリーを追いつつ令和クオリティで展開されるバトルムービーをぜひ味わってみてほしいと思う作品になっているのは間違いないのだ。ドラゴンボールのバトルメインのゲーム作品は数多いけども、 RPG として世界を回れるというのは新しいわよね。ドラゴンボールというだけで安心してプレイできる側面があるわ。間違いないのだ。ドラゴンボールだし、バンナムのゲームだし、基本金をかけて作られるだろうというのがあるから、いろいろ期待値も安心感も高く見れるのが本音なのだ。またこのゲームはアクションゲームとしてもそこまで難しいものでないと思うのだ。基本的にはボタン連打で規定のコンボをして、吹っ飛ばしてカメハメハとかファイナルフラッシュといった必殺技を当てれば OK なのだ。バトルフィールドで相手キャラ単体をサーチしてくれるし、移動速度も速いのでストレスも少ないと思うのだ。Z コンビネーションとかジャスト回避や必殺技選択時における時間停滞とか独自の要素もあるんだけども、基本的にはゼノバースに近い仕様だと思うので、ゼノバース経験者は操作ボタンの際を覚えるだけで馴染みやすいと思うのだ。またゲーム開始時にイージー、ノーマル、ハードと難易度も選べるので、好きな難易度でプレイもできるのだ。僕はハードでプレイしたけども、アクションゲームに慣れている人はハードでも問題なくクリアできると思うのだ。難易度に関しては完全に好みよね。ゲーム中にオプションで変更も可能なので、気楽に選べるのが良いことだと思うのだ。難易度があるゲームだけど RPG らしくレベルの概念もあるので、ストーリーの進行で詰まったらレベルを上げて物理で殴るが通用するのだ。レベル上げを補助するアイテムもあるので、積み状況というのは大体の場面で回避できるはずなのだ。このゲームレベル差によるダメージ補正が結構エグくて、レベル差1、2の差だったら大体5分なんだけど、レベルが5以上離れてると露骨に攻防のダメージに差が出るのだ。10も離れてたら相手の攻撃で全然減らなかったりするのだ。どうやら設定された攻撃力、防御力の他にレベル差による補正も別途の計算が入ってるっぽいので、レベル差はどうあがいても覆せないゲームになっているのだ。原作っぽいといえば原作っぽいわね。確かに地球人とサイヤ人の生物としての格差がレベル差によって表現されているのだ。でもストーリー上のレベルは適正に保つみたいで、意図的にレベルを上げなくても各章のボス撃破後に経験値をたくさんくれて調整してくれるのだ。だからボス戦の前のレベル上げというのは必要ない人は多いと思うのだ。少なくとも僕はいらなかったので、アクションゲームに慣れている人なら大丈夫だと思うのだ。仮に倒せなくても直前でレベル上げて倒せるよというのは精神的には楽だと思うのだ。あと余談になるんだけど、今回の動画はこれだけは覚えて帰ってほしいのだ。ベジータはドラゴンボール Z カカロット
にて最強。いや、これは正確ではないのだ。正確にはビッグバンアタック3が最強なのだ。ビッグバンアタックはサイヤ人の王子であるベジータが使う必殺技のことよ。片手を相手に向けて大玉のエネルギー弾を放ち大爆発を起こす必殺技よ。噂によると大層な名前が付けられた普通の硬派という説があるわ。いや、あれは絶対に普通の気候派ではない。少なくともドラゴンボール Z、カカロットにおいてはビッグバンの名前にふさわしい本当に大層な技なのだ。技の出始めが早い、ダメージが普通に高い、攻撃範囲が異常に広い、重厚補正が神というまさにサイヤ人の王にふさわしい必殺技になっているのだ。カメハメハなんてねじゃねえのだ。重厚補正というのはガンダム VS シリーズの用語なのだけども、飛び道具を撃つ際に相手に銃口を向けるまでの精度のことよ。攻撃を入力してから発射までの間にどれだけ精度よく相手を向いてくれるかという概念になるわ。重厚補正が良いということは攻撃の発射まで相手を追い続けてくれるということなのだ。ビッグバンアタックは相手が高速移動しようがステップしようが発射までしっかり相手を向いてくれる神業なのだ。ビッグバンアタックを使うとどうなるの？知らんのか？相手は死ぬ。こっちのビッグバンアタックはほぼほぼ相手に当たるけど、相手のビッグバンアタックもほぼほぼこっちも食らうのだ。それぐらいヤバい技なのだ。百聞は一見にしかず、ビッグバンアタックの素晴らしさを大魔神ブー戦で見てほしいのだ。ビッグバン。まず比較対象として孫悟空 VS 純粋竜のバトルをご覧いただきたいのだ。レベルが6も差があるから結構きついバトルだったのだ。そして悟空だから純粋に殴り合わないといけないというストレスが。ベジータを使えないというストレスね。まあ魔人ブー戦で全部ベジータが片付けたら違和感やばいから。行くぜ。すまねえ、ベジータ。オラじゃ勝てねえかもしれない。さすがに慣れたけど戦闘中に回復アイテム使うのがすげえ違和感あったのだ。題材がドラゴンボールだものね。レベル差もあって硬いんだこいつ。このゲームの6レベル差って結構よね。逃げるしかないフィールド攻撃。魔人ブーっぽい大技よね。やるな、ブー。敵の重厚補正もちゃんと強いのだ。このゲームぬるいよりかは刺激があっていいかもね。敵
まだ行くぞ。最後元気玉で倒そうと余計なことしたのもあってだいたい5分30秒ぐらいかかったのだ。では本命のベジータ VS 純粋ブー、もといビッグバンアタック VS 純粋ブー戦なのだ。5風の時よりさらにレベルが離れているので辛いバトルになる、そう思っていた時期が6にもありました。バカだ。僕のターン、ビッグバンアタ僕のターン、ックバンアずっと僕のターン、ビッグバンアタックビッグバンアタックビッグバンアタック。悟空の時はうざいと感じたマック攻撃もベジータの時なら記憶回復タイムでにっこりなのだ。ありがとう純粋ブー、助かるよ。ちっとも気がたまらない。悟空さん、気をためるのはごゆっくりどうぞ。なんだったらずっとベジータで良いんですけど。思い込め相手を立てることも忘れない伝説のある王子。ビッグバンアタック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 。この辺りから次の操作は原作通りなら普通だよな。やだなって思いながら操作してたのだ。いや、変わらないでいただけると助かります。ビッグバンアタッ余計なことをしなかったこともあって討伐時間は2分30秒ぐらいです。ベジータ、
いえ、ビッグバンアタック、あなたがナンバーワンよ。アタック。ドラゴンボール Z カカロットは本筋である物語の他に各種 DLC も多数販売しているのだ。ドラゴンボールスーパーの物語であるビルス様関連の話やゴールデンフリーザの話の追加、また未来編であるトランクス編や外伝であるバーダック編、そしてドラゴンボール Z カカロットの前日譚にあたる天下一武闘会でのピッコロ編もあるのだ。あと劇中の BGM が変わるアニソン &BGM セットなどもあるのだ。アレンジではなく本家で使われた BGM の別売りはスパロボでも採用されているからテンプレっぽい売り方よね。さらにドラゴンボールファイターズで登場した人造人間21号やドラゴンボールゼノバースよりミラとトワとも会えるのだ。他にもドラゴンボール Z カカロットオリジナルのキャラクターである義乳特戦隊ボニューなど DLC 以外にもクロスオーバーや新規キャラの演出もあるのだ。ミラ、ハクリアゴのボスキャラになっているのだけど、倒すことがトロフィー取得の条件になっているからトロコンする人は絶対に戦うわね。本編の再現度、他ドラゴンボール作品からの参戦、DLC の充実度など元のボリュームも追加のボリュームもすごい作品になっているのだ。ドラゴンボールのアクション RPG として作り込みは本当にすごい作品になっているわ。その上でこのチャンネルのドラゴンボール Z カカロットの総合評価になるのだけども、おおむねキャラゲーとして完成された大作になっていると高評価をしたいのだ。シナリオ本編に絡むフルボイスは当たり前としても、ボイス付きで展開される各種ムービーのクオリティが本当にすごいのだ。昔アニメで見た激闘を改めて見たい人にも、昔のアニメを見たことない人にもぜひおすすめしたい完成度なのだ。ただキャラゲーとしてと限定して評価する理由に、ゲーム内でのムービーの比重が大きいという理由があるのだ。正直ドラゴンボール Z カカロットはムービー5割、戦闘3割、その他2割といったゲーム内容の印象になるのだ。ムービーがメインになってるところもあるからゲームとしてはどうかなと思うところもあるので、キャラゲーとしてという評価になるのだ。全然悪いことではないんだけどね。戦闘の爽快感の後にじっくり見るムービーは格別だしね。またドラゴンボール Z カカロットにはソウルエンブレムという独自の強化要素もあるわ。キャラクターをモチーフにしたエンブレムを並べてエンブレムのレベルに応じてバフがかかるシステムなのだけども、特定のエンブレムを隣接して並べると追加効果が発生するとともに、原作ではなかったキャラクター同士の絡みがフルボイスで聞けるわ。 DLC 分はないけどソウルエンブレムの掛け合いはまとめてみたのだ。ファンなら必聴のシステムだからぜひ聞いてみてね。そしてゲームのボリュームだけどクリア時間はだいたい34時間かかったのだ。クリアデータ作成からのトロフィーコンプを目指してトロコン時点で合計43時間ほどかかっていたのだ。もろもろ加味してもトロコンまでの総合時間は45時間ほどで終わると思うのだ。 RPG ゲームとしては長い方かしらね。そうだね、ライブアライブの倍ぐらいは時間がかかっているからね。ただ僕の場合はメインクエストとサブクエストを並行して進めていたため、クリアデータ作成までに30時間以上かかったと思うのだ。サブクエストハクリアゴにタイムマシンを使って回収した方が敵も弱くて早く済むので、トロコンだけ目指してやり込むならこんなに時間はかからないと思うのだ。サブクエを後でまとめてやるか並行してやるか、それはプレイヤーの好みになるわね。でも実はこのクリア後のタイムマシン要素、どうやら発売後のアップデート要素らしいのだ。もしタイムマシンがないから過去のサブクエストを放置していた人は今なら気楽にやり直せると思うのだ。3年前に発売したゲームをまだ取っておいてあるかはちょっとわからないのだけども、今ならやりやすくなっているよというのはお伝えしておきたいのだ。なんで初めから実装しなかったのかしらね。触れるのはやめておこうなのだ。ただ1個本当に残念なことがあって、クリア時間までの43時間のうち3時間ぐらいはロード時間なのだ。ロード長いわよねこのゲーム。マジで長い。まあでも理由はわかる。フィールドがめちゃくちゃ広い上にアイテムや人などが多く配置されているからロードに時間がかかると思うのだ。ちなみに僕の環境はプレイステーション4プロの内蔵 SSD なのだ。この環境で重いってことはこれ以上軽くしたかったらプレイステーション5でやるしかないのだ。ロードの重さと長さだけはちょっと擁護できないのだ。戦闘中とか元気玉を乱発すると排熱ファンがガンガン回ってたものね。かくつくこともそれなりにあったのだ。嘘？
プレイステーション4プロだけどマジって思ってたのだ。パパッとトロコンだけしたいって人はロード時間はストレスになるとは思うのだ。ロード時間は大事、古事記にも書いてある。あとちょっと違和感が出るのはフィールド上の敵の存在。 RPG なのでフィールド上でシンボルエンカウントがあるのだけども、雑魚敵が多すぎ、うざすぎ、敵シンボルがフィールド上に点在してるんだけど、こっちが範囲に入った瞬間にすごい長い距離を追いかけてくるのだ。エンカウントを回避する虫除けスプレーみたいなアイテムはないので、捕まったら戦うかにできるしかないのだけども、アイテム採取の最中に来られるとマジでうざい。しかも野良の敵がこっちのレベル依存なのだ。さっき倒したフリーザやセルよりレベルの高いレッドリボン軍の機械やフリーザ軍兵士とかが普通にフィールド上に出てくるのだ。違和感がやばい。レベル差で強さの差が露骨に出るし、レベルによって強さの上下を見せてるから、レベルがあるのはある意味で原作再現っぽいんだけど、不自然にレベルの高い雑魚敵も生まれてしまうので、本当に違和感がすごい。クリア後の話だけど、30以上レベルの離れた敵とか出てきて、僕のカメハメハが1しかダメージが入らないとかあったよ。お前そんな強かったらフリーザに従う必要なかっただろってリアルに叫んでしまったのだ。油断してると雑魚敵にも普通にやられるのよね。セル倒した後にレッドリボン軍の機械にやられた時、コントローラー撫でたくなったのだ。カカンじゃねえんだよ、来るな。 RPG あるあるといえばあるあるな愚痴よね。ドラゴンボールだから違和感がすごいのであって RPG ゲームとして見たら普通よね。そうなんだけど、もうちょっとなんか何か方法なかったんかって感じではあるのだ。フィールド関連の違和感を愚痴りたいのにはうざい以外にも理由があるのだ。戦闘の爽快感は間違いなく高いゲームなのだけども、ただバトルだけ見るのであればゼノバースで良くない感はあるのだ。いや、ゲームというのは総合評価、バトルだけとかシナリオだけとかで見るべきではないのは分かっているけども、それでもあえてバトル要素だけ見るならゼノバースでも良いというゲームではあるのだ。だからドラゴンボール Z、カカロットだけ見るなら RPG の戦闘システムとして一級品だけど、フィールドでの RPG 要素が足を引っ張ってしまった結果、バトルの面白さで評価を上げたいところだったのだ。しかしバトルだけ見るならゼノバースでいいという意見を否定しきれない。ゼノバースの完成度が高すぎるという面もあるんだけどね。ただビッグバンアタック先生とか露骨に強くて楽しい攻撃もあるから純粋に比較もしきれない面もあるけど、フィールド移動のストレスはお使いクエストの多さも理由になるわよね。お使いクエストが結構多いのだけども、お使いや採取をするときにフィールド移動のロード時間や雑魚敵の多さが印象に残ってしまった感じはするわ。私ドラゴンボールゲームでお使いさせるなというレスを見たときに激しく同意してしまったわ。確かにドラゴンボールでやらせることではない気はするわね。よくここまでドラゴンボールの世界を RPG に落としたという感想がある反面、ちょっとやりすぎたのではと思うところもある感じだよね。この辺りの塩梅は難しそうよね。今後似たようなゲームを出す場合はちょっと考慮してほしいなと思ったのは本音なのだ。これじゃちっとも面白くないぜ。まあちょっといろいろディスしちゃったけど、ドラゴンボール Z カカロットマクリアまでのボリュームやワクワク感はとても高く、またクリア後の要素も盛りだくさんで DLC も幅広く展開されている大作なのだ。ソウルエンブレムなどのキャラゲー要素もバッチリだし、アクション RPG としてもキャラゲーとしても非常に評価できるゲームね。またいい意味で複雑な要素がなく、頭をひねる必要もないから気楽に遊び始められるゲームとしてもおすすめなのだ。ムービーのクオリティは本当にすごい感動ものなのだ。ドラゴンボールをよく知っている人にもおすすめできるのだ。もちろんドラゴンボールをよく知らない人にも本当におすすめなのだ。大筋のシナリオはしっかりとまとめてあるから、ドラゴンボールってこんな話だったんだっていうのをゲームを通して体感できるのだ。この手のアクション要素に危機感がない限りは誰にでもおすすめできるゲームね。トロフィーコンプリートも楽な部類だからトロコンしたい人にもおすすめよ。ドラゴンボールファンにもそうじゃない人にも、トロフィーコンプリートをしたい人にも、ドラゴンボール Z カカロットドラゴンボールに少しでも興味があるのならぜひ遊んでほしいのだ。僕と一緒にビッグバンアタックの素晴らしさを語ろう。では今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございましたなのだ。
大丈夫だ。それほどでもない。ゲーマーチャンネルはドラゴンボールで生きけれる。